ここは南シナ海、マレーシアのラブアン島。穏やかな海と緑に恵まれたこの島は、かつて日本の歴史の激しい波に現れた地です。そしてこの波の最中に立ち、島の名前まで変えた一人の日本人、前田利成の物語がここにあります。前田利成は旧加賀藩主前田家の第16代当主、日本屈指の家族公爵の地位にありながら陸軍大学を卒業し、軍人としての道を歩みました。ヨーロッパ留学で培った国際的な視野と武家の棟梁としての威厳、彼は戦前の日本陸軍において異彩を放つ存在でした。1942年、太平洋戦争の開戦とともに日本軍は石油資源の豊富なボルネオ島を占領。前田利成はボルネオ守備軍司令官としてこの地に着任します。そしてボルネオ攻略の重要拠点であったラブアン島は彼の名にちなみ正式に前田島と改称されました。家族の身分と軍の最高責任者という役割、彼はこの遠い南の島で日本の運命と現地の統治を一手に引き受けることになったのです。しかし彼の統治は短期間で終わります。1942年9月5日、利成がボルネオ島内の視察を終え、このラブアン島へ帰還する途中、搭乗機がボルネオ沖で悪天候のため墜落。彼は57歳で不慮の死を遂げました。彼と共に海から引き上げられたとされるのが、戦場にまで持参していた愛刀ダラニカツクニ。その刀身はくの字に激しく曲がっていたといいます。武人としての彼の壮絶な最後は人々の記憶に刻まれました。前田利成の死後も前田島という名前は戦後まで残り、日本軍によるボルネオ全土の統治は続きました。しかしその統治下で悲劇的な歴史が刻まれることになります。日本軍の占領下、現地の人々の生活は困窮し、米や生活物資は欠乏しました。特にこのラブアン島では飛行場や軍事施設の建設のために多くの住民が強制的に労働させられました。彼らの労働環境は過酷を極めたと記録されています。さらに深刻なのは軍による残虐行為です。1943年、小滝名原で反乱が起きると、日本軍は大規模な報復を開始します。その報復は反乱に関わっていないとされる華僑のコミュニティに集中しました。このラブアン島は処刑の地の一つとなりました。華僑の指導者や青年たちが島に連行され、裁判も得ずに日本軍によって次々と銃殺あるいは斬首されたのです。歴史資料には海岸沿いで現地の住民が恐怖の中見せしめにされた凄惨な処刑の記録が残されています。現地の人々に対し拷問、略奪、そして無差別な大量処刑が行われた事実、これは前田利成が名を冠した島で起きた決して忘れられてはならない歴史の暗部です。1945年6月、連合軍がラブアン島に上陸し、激しい戦いの末、日本は敗退します。そして同年9月10日、この地のサレンダーポイントでボルネオの日本軍は正式に降伏文書に署名し、悲惨な戦争は終結しました。戦後、日本軍の戦争責任を問う国際軍事法廷もこのラブアン島で開かれました。この島は残虐行為の舞台であると同時に正義が追求された場所でもあります。現在、島には戦没した連合国兵士の墓地であるラブアンワーメモリアルや、日本と現地の友好を願い作られたラブアン平和公園、
が静かに佇んでいます。ここでは肌の色や国籍に関係なく、戦争の犠牲となったすべての人々の霊が弔われています。はい、それでは、到着しましたね。空港からすぐグルアブで来れる場所ですね。スレンダーポイント、はい、この場所を知っている日本人っていうのは多くいないと思いますね。はい、1942年だったかな、日本はこのラブワン島を、占領しました。はい、統治下にしていたこのラブワン島、それから小滝名原の方を進軍した日本軍の方がこの場所をですね、処刑所として使ってたんですね。はい、銃殺をしたり、あと現地の、方を、斬首、首をはねてそれを晒したりした場所です。もちろん現地の人も見る中でそれを実施してたんです。とても残虐ですね。その場所がこちらのラブワン島です。そしてその日本軍の暴走を止めたのがオーストラリアをはじめとした近隣諸国の連合軍ですね。そこで日本は敗れ、この場所で無条件降伏をしたという場所がこの場所です。またね、ポツダム宣言というのはまた別の場所なんですけども、ぜひ一度ね、別のこの場所になんですかね、石碑があったんですけど、それが盗まれてからまだねここを作り直したみたいなんですけども、これですね。こちら1942年から1945年に日本が侵略したんですね。いや、ここにいろいろ歴史が刻んであるんですけども、ぜひね、日本人が見ても分かるように日本語で残してほしいですね。日本人が分かるべきことだと思います。同じことを繰り返さないように、ね、今非常に1925年の今日は12月9日、非常にね、今中国との日本の関係が緊迫してます。日本人忘れちゃダメなんですよ。アジアに何をしたか、東南アジアに何をしたか、ぜひね、機会があれば皆さんこの場所を訪れてみてください。何か感じるものがあればそれをそしてね、語り継いでいくっていうのが大事だと思います。今の戦争経験者の皆様、もちろんこの未来を日本を作ったっていうのもという点では感謝してますが、ね、皆様口を閉じてますね。
悪いこともありました。そこも含めてね、ぜひ、ね、語り継いでいってほしいです。同じことを起こさないために、今この時代だからこそ語り継いでいってほしいですね。はい。それではですね、隣にある平和公園の方にも行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは、平和公園の方に来ました。こちらの方ですね。おそらくこちら作ったのは日本政府なんですね。はい。管理をしているのはこのマレーシアの現地の方々です。見てください。全くゴミが落ちてないんですよ。それだけ丁寧にね、管理をしてくれてると、していただいてるんですね。管理をしていただいているということなんです。ありがたいですね。ね、この場所っていうのはね、先ほど言った隣にある無条件降伏をした場所の隣にあるんですね。ここにこの平和の塔を建てているんです。なぜここに建ててるかですよ。皆さん一つだけですよね、理由。同じことを繰り返さないためになんですよね。一番象徴的なこの場所でこのね、記念碑を建てているのは同じことを繰り返さないためなんです。こちらボルネオ戦没者の日、はい、こちらですね。日本語でもちゃんと書いてます。先の大戦においてボルネオ地域およびその周辺海域での戦没した人々を偲び、平和への思いを込めてこの日を建立する。平和への思いを込めてこの石碑を作ったんですね。反省してるんですよ、日本は。今どうすかねえ、今の日本反省できてますか。これを建てたのが昭和57年9月30日ですね。日本政府が建てたとね、しっかりとこちらに書いてます。昭和57年9月30日執行、日本国政府協力サパ州政府ね。こうやって今もなお現地の方が花を手向けてくれてますね。こういう場所なんですね。こちらを訪れるのはもう3回目なんですけども、毎回ね、ラブワン島を訪れた際にはここを訪れるようにはしてます。はい、あちらの方にもね、平和の石碑があるんですけども、今日はねちょっと洪水でね、ここが水に浸かっちゃってるんで行けないんですけども、こういったものもね置いて現地の人がね大事にしてくれてます。はい、それではですね、こちらが石碑なんですけども、実際にねどういうことが行われたかというのをね、その博物館があるんで、そちらの方の展示物などを見て、見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではラブワンの博物館に来ましたね。こちらが山下智之中将ですかね。はい、後に、軍国戦犯戦争裁判でしたっけ、それにかけられる方ですね。はい、こちらがあとは当時ね、通貨の方もこういった形で日本が発行したものに
このラブワン島変えられました。こういった形ですね。残虐な文章だとか写真っていうのは一切ないですね。日本に配慮した形だと思うんですけども、刀なんかもあるんですけどもね、中華系の皆さんへひどい行いをしたという形になりますね。よく英語でいろいろ検索してみると分かると思いますよ。当時の様子なんかもね、動画なんかも残ってて非常に残酷なものです。ここはイギリス統治下だと思うんですけども、こういった形でですね、ただね、もうちょっとね出してほしいと思いますね。ここはゼロ戦なんかがあるんですけども、これ先ほど言った平和公園ですね、ピースパーク。なんかね、リアルをもうちょっと伝えてほしいなと思います、この場所に関してはね。確かにね、親日でありね、日本とうまくやっていくためっていうのもあると思うんですけど、ベトナムの博物館とかもそうですね、真実をねあまり公にしてないっていうね。中華系のね皆さんっていうのにもやっぱりひどいことをしてるんで、その内容をね表に出していいんじゃないですかね。同じことを繰り返さないためにですね、それは大事なことだと思います。これが以前言ったところですね。弾薬庫にしてとして使ってた祠、あと今日言ったスレンダーポイントはこれ以前のあれですね、写真ですね。こんな形です。それではですね、またね引き続き前田島のついて、今のね、前田ラブワン島の方を、見ていきたいと思います。前田利成という一人の公爵軍人の紹介と、彼が名を残したこの島で起きたあまりにも過激な歴史、その光と影全てがこのラブワン島には凝縮されています。歴史とは勝者の栄光だけではなく、敗者の痛み、そして犠牲者の悲しみも受け継ぐことです。私たちは過去の残虐行為から目をそらさず、平和を築くことこそが前田島の歴史から得られる最も重要な教訓ではないでしょうか。ラブワン島はその歴史を乗り越え、今日も穏やかな波音を響かせています。過去の教訓を未来へ、この旅がその一助となることを願って。